2026年3月、日本、東京、靖国神社で実際に起きた話だ。午前4時、境内に人影はなかった。街灯の光が石畳をぼんやりと照らす中、私は一人、本殿の前で手を合わせていた。風もなく、虫の声もなく、ただ静寂だけがそこにあった。その時だった。低く、しかし、はっきりと聞こえた。私の名前を呼ぶ声が、振り返った。誰もいない。本殿の裏手に続く暗闇だけが、ぽっかりと口を開けていた。気のせいだと思おうとした。だが、次の瞬間、足音が聞こえた。ゆっくりと、確実に、私の方へ近づいてくる足音が、石畳を踏む音だった。一歩、また一歩。それは確かに存在していた。しかし、どこを見渡しても、人の姿はなかった。影すらなかった。私は動けなかった。息を止めたまま、その場に立ち尽くした。足音だけが、静寂の中で生きていた。靖国神社といえば、多くの霊が祀られる場所だ。歴史の重さが境内に染み込んでいると、地元の人々は語る。しかし、まさか自分の名前を呼ばれるとは、思ってもいなかった。これは、私が経験した最も直接的な瞬間だった。声は、確かに私を知っていた。なぜ私はその夜、一人で靖国神社を訪れたのか。そして、その声に導かれるように始まった。私の日常の話を、次はしようと思う。私の名前は、田中誠一。東京で働く。ごく普通の会社員だ。朝は7時に起きて、満員電車に揺られて出勤する。仕事が終われば、近所の居酒屋で一杯だけ飲んで帰る。そんな毎日を、もう10年以上繰り返してきた。特別なことなど、何もない日常だった。あの夜も、最初はそのはずだった。2026年の3月、仕事で大きなプロジェクトが終わった。長かった。本当に、長い戦いだった。達成感よりも、どこか空っぽな感覚が残っていた。何かを探しているような、落ち着かない気持ちが続いていた。そんな時、ふと思い立った。靖国神社に行ってみようと思ったのだ。理由は、うまく説明できない。ただ、静かな場所に行きたかった。人の声が届かない。闇の深い時間に、自分だけの時間が欲しかった。午前3時半、私は一人で家を出た。夜の東京は、昼間とはまるで別の顔をしている。人通りはなく、信号だけが黙って色を変えていた。九段下の駅を出ると、空気がひんやりと変わった。大鳥居が見えた。暗い空の下に、黒くそびえる大鳥居。街灯の光だけが、石畳をぼんやりと照らしていた。境内に足を踏み入れた瞬間、東京にいることを忘れた。別の世界に、迷い込んだような感覚だった。参拝客は、誰もいなかった。私はゆっくりと拝殿へ向かった。手を合わせた。何を祈ったのかは、覚えていない。ただ、目を閉じて、長い時間そこにいた、静寂が、体に染み込んでくるようだった。そして、拝殿の奥へと、さらに足を進めた。その時はまだ、何も感じていなかった。しかし、この夜が私の日常を、永遠に変えてしまうとは、知る由もなかった。次の瞬間から、何かが始まっていた。拝殿の奥は、さらに暗かった。街灯の光も、ここまでは届かない。スマートフォンのライトだけが、足元を照らしていた。最初に気づいたのは、温度だった。一歩、また一歩遠くへ進むにつれて、空気が変わっていく。東京の4月の夜は、まだ肌寒い。しかし、それとは違う種類の冷たさだった。骨の芯から、じわりと冷やされるような感覚。まるで、冷蔵庫の中に踏み込んだかのようだった。おかしいな、と思った。しかし、深くは考えなかった。次に気づいたのは、匂いだった。線香の煙ではない。もっと古い、湿った土のような香り。それでいて、どこか甘さが混じっている。嗅いだことのあるような、ないような、言葉にできない、不思議な匂いだった。風が吹いていないのに、その匂いは漂ってきた。私はもう一度、周囲を見渡した。やはり、誰もいない。当然だ。午前4時の境内に、人がいるはずがない。そう自分に言い聞かせた。それから、しばらく経った頃だった。砂利を踏む音が、聞こえた気がした。私の足は、止まっていた。それでも、音はした。かすかに。しかし確かに、一歩、二歩と、誰かが歩いているような音。振り返った。IMG。
暗い神社の境内、懐中電灯の光だけが照らす砂利道。人影はない。何もなかった。風もない。虫の声もない。あるのはただ、深い静寂だけだった。気のせいだ。そう思うことにした。しかし、その時すでに気づいていた。自分の息が白く見えていることに。そして次の瞬間、私は確かに見た。だった。砂利を踏む音が聞こえた気がした。私の足は止まっていた。それでも、音はした。かすかに。しかし確かに、一歩、二歩と、誰かが歩いているような音。振り返った。何もなかった。風もない。虫の声もない。あるのはただ、深い静寂だけだった。気のせいだ。そう思うことにした。しかし、その時すでに気づいていた。自分の息が白く見えていることに。そして次の瞬間、私は確かに見た。社殿の角、ちょうど闇が折り重なる場所。そこに、何かがいた。人の形をしていた。しかし、人ではなかった。輪郭が、滲んでいた。まるで古い写真が、滲んで消えかかっているような。それでいて、こちらをはっきりと向いていた。目が、あった。光のない目だった。しかし確かに、私を見ていた。全身の血が、一瞬で冷えた。足が地面に根を張ったように、動かなかった。声を出そうとした。しかし喉が、震えるだけで音にならなかった。その形は、動かなかった。ただ、そこに立っていた。じっと、静かに、まるで、ずっとそこにいたかのように。どのくらい経ったのか、わからない。数秒かもしれない。数分かもしれない。時間の感覚が、完全に消えていた。やがて、その形が揺らいだ。ゆっくりと、闇に溶けるように消えていった。しかし私は知っていた。消えたのではないと。ただ、見えなくなっただけだと。なぜなら、砂利を踏む音は、まだ続いていたから。今度は、私の真後ろから、声が、した。低く、静かで、しかし確かに聞こえた。私の名前だった。間違いない。聞き間違いなどではない。あの境内の静寂の中で、私の名前が、はっきりと呼ばれた。体が固まった。足も、手も、呼吸すらも止まった。振り返ることができなかった。ではない。振り返ることが、怖かった。何かがいる。そこに、確かにいる。そしてそれは、私のことを知っている。ゆっくりと、ゆっくりと、私は後ろを向いた。IMG。暗闇の中で振り返る人物。背後に薄白い霧のような存在が浮かぶ靖国神社の夜。いた。人ではなかった。白く、薄く、形を持ちながら形を持たないもの。それが、本殿の柱の陰に、静かに立っていた。そして、それは私を、見ていた。目があった。目があったのだ。光も温度もない。ただ暗い二つの点が、確かにこちらを向いていた。私は声を出せなかった。叫ぼうとしたが、喉が動かなかった。その瞬間、また声がした。今度は、もっと近かった。耳元に届くほど、近かった。同じ名前。私の名前。それだけを、繰り返していた。私は走った。どこへ向かっているかもわからないまま、ただ走った。背後で、砂利を踏む音がついてきた。走っても、走っても、音は止まらなかった。距離が縮まっていた。確実に、縮まっていた。神社の門を抜けた瞬間、音が消えた。静寂だった。しかし、安堵はできなかった。なぜなら、その夜を境に、あの声は東京の街でも聞こえるようになったからだ。神社を出た。ようやく、外に出た。しかし、足が震えて止まらなかった。呼吸が、うまくできなかった。あの声が、まだ耳の奥に残っていた。低く、はっきりとした声。私の名前を、ただ呼び続けていた声。その日の夜は、ホテルに戻っても眠れなかった。布団の中で目を開けたまま、天井を見つめていた。少しでも音がすると、体が固まった。廊下を歩く人の足音、エアコンの稼働する音、どれもが、あの砂利を踏む音と重なった。翌朝、私は普段通りに行動しようとした。コンビニに寄り、コーヒーを買い、街を歩いた。東京はいつも通りだった。人が溢れ、電車が走り、喧騒が続いていた。あの夜のことは、夢だったのかもしれない。そう思い込もうとしていた。しかし、渋谷の交差点を渡っている時だった。雑踏の中に、あの声が混ざった。確かに、聞こえた。私の名前だった。振り返った。
誰もいなかった。人の波が流れるだけで、私を見ている者は誰もいなかった。空耳だ、と自分に言い聞かせた。しかし、次の日も聞こえた。地下鉄のホームで、ドアが閉まる直前、耳元で、静かに呼ばれた。電車が走り出す中、窓に映る自分の顔を見た。その後ろに、何かが立っていた気がした。振り返ると、座席が並ぶだけだった。私は、気づき始めていた。あの声は、靖国神社に置いてきたわけではなかった。ついてきていた。東京の街に紛れ込みながら、私のそばにいた。夜だけではなかった。昼間も、人混みの中でも、どこにいても、聞こえた。私は一人ではなかった。あの神社を出た瞬間から、ずっと、一人ではなかったのだ。そして私はある夜、スマートフォンに録音された音声ファイルを見つけた。自分では、録音した覚えがなかった。再生ボタンを押してしまった。再生ボタンを押した瞬間、画面が暗くなった。スピーカーから流れてきたのは、静寂だった。最初の数秒は、何もなかった。ただ、低い風の音だけが続いた。そして、聞こえた。お前は、選ばれた。それは、私の声ではなかった。低く、乾いていて、人間のものとは思えなかった。日本語でもなかった。しかし、意味だけが、頭の中に直接流れ込んできた。私はスマートフォンを落としそうになった。録音時刻を確認した。靖国神社にいたあの夜、午前4時17分。私が一人で本殿の裏に立っていた。あの瞬間だった。なぜ、録音されていたのか、私には、わからなかった。その夜から、私は調べ始めた。靖国神社にまつわる記録を読み漁った。あの場所に眠る者たちのことを、戦争で命を落とした。無数の魂のことを、そして気づいた。私の祖父の名前が、そこにあった。戦時中、東京に渡り、消息を絶った祖父。家族の誰もが、その死を確認できていなかった。祖父は、あの場所にいた。ずっと、あの場所にいた。私が訪れるのを、待っていた。名前を呼んだのは、祖父だった。ついてきたのも、祖父だった。私を選んだわけではなかった。ただ、血のつながりを、感じ取っていただけだった。涙が止まらなかった。怖くはなかった。いや、怖かった。それでも同時に、深い悲しみが胸を満たした。祖父は今も、あの神社の闇の中に縛られているのか、解放される日は、来るのか、録音ファイルを、もう一度再生した。今度は、最後まで聞いた。音声の終わりに、一言だけが残っていた。来い。それは命令ではなかった。懇願だった。私は、戻らなければならなかった。もう一度、あの場所へ。今度は、答えを持って、私は、靖国神社に戻った。2026年4月4日、午前3時50分。空は、まだ暗かった。IMG、夜明け前の靖国神社。石畳に薄い霧が漂う。境内に足を踏み入れた瞬間、空気が変わった。重い。まるで何かが、待ち構えているような圧力。前回と違うのは、私に覚悟があったことだ。答えを持ってきた。祖父へ伝えるべき言葉を、胸の中に抱えてきた。本殿の裏に回った。あの夜、声が聞こえた場所だ。足音が止まった場所だ。石灯籠の灯が、かすかに揺れていた。風は、なかった。おじいさん。私は、声に出して呼んだ。喉が震えた。それでも、言葉を続けた。ここに来ました。あなたの声を、聞きました。静寂が、帰ってきた。IMG、石灯籠の淡い光の中、誰もいない本殿裏の参道。しかし、次の瞬間、空気が、動いた。気温ではない。何か別のものが、動いた。目には見えない。でも、確かに感じた。何かが、私のすぐ隣に立っている。鳥肌が、全身に広がった。それでも、私は逃げなかった。もう大丈夫です。声が、震えた。涙が、頬を伝った。あなたのことを、覚えています。ずっと、覚えています。その言葉を言い終えた瞬間だった。耳の奥に、あの声が響いた。低く、かすかに。しかし、今回は違った。怒りでも、悲しみでもない。ただ、穏やかだった。ありがとう。たった。それだけだった。次の瞬間、空気が軽くなった。重さが、消えた。足音も、気配も、何もかもが消えた。空が、白み始めていた。IMG、
夜明けの光が境内に差し込む静寂の靖国神社。私はその場に長い時間立ち尽くした。あの声はもう聞こえなかった。でもそれでよかった。それでよかったのだと思う。次回はあの夜から私の日常に起きた奇妙な変化についてお話しします。あの夜から何かが変わった。最初は小さなことだった。IMG。朝の光が差し込む静かな部屋。カーテン越しに柔らかな朝日。朝、目が覚めた時、以前は重く感じていた体が、なぜか軽かった。それだけではない。夢を見なくなった。あの夜以来、一度も、IMG、静かな夜。穏やかに眠る人物のシルエット。それまで私は、毎晩何かに追われる夢を見ていた。形のない何かに、名前のない恐怖に。でも、それが、ぴたりと止まった。IMG、空っぽになった筆記帳のページ。ペンが静かに置かれている。もう一つ、変わったことがある。人の気配に、敏感になった。誰かがそこにいる。そう感じる力が、以前より鋭くなった気がする。電車の中でも、人混みの中でも、IMG、混雑した東京の駅。人々の流れの中に立つ一人の人物。誰かの視線を、はっきりと感じるようになった。怖いわけではない。ただ、気づくのだ。以前は気づかなかったものに。IMG、神社の境内、木漏れ日の中で静かに佇む人物の後ろ姿。そして、あの声のことを思い出すとき、怖さは、もうない。ただ、静かな感覚がある。何かに見守られているような、そんな感覚が、今も続いている。IMG、夕暮れの靖国神社、柔らかなオレンジ色の空。私は今でも、あの声の正体を知らない。名前を呼んだのが誰だったのか、足音の主が何だったのか、答えは出ていない。でも不思議と、答えを探す気持ちも薄れた。知らなくていい。そう思えるようになった。IMG、静かな夜明け。一人で空を見上げる人物。あの夜、私は確かに何かと向き合った。そしてその何かは、私を傷つけなかった。ただ、名前を呼んだだけだった。それだけで、何かが変わった。私自身が変わったのかもしれない。次回は、この体験のすべてを振り返りながら、最後にお話ししたいことをお伝えします。それから、時間が経った。日常は戻った。でも、あの感覚だけは、消えなかった。ふとした瞬間に、思い出す。あの夜の、静寂、境内に満ちていた。重い空気、そして、確かに聞こえた。私の名前、誰もいなかった。振り返っても、何もなかった。でも、あれは夢じゃなかった。私は今でも、そう確信している。靖国神社は、ただの観光地じゃない。そこには、無数の記憶が眠っている。無数の、終わらなかった思いが、あの声は、その一つだったのかもしれない。私を傷つけようとしたのではなく、ただ、そこにいたかっただけ。誰かに、気づいて欲しかっただけ。そう思うようになってから、不思議と怖くなくなった。でも時々、夜が深くなると、また感じる。あの足音が、近づいてくるような気がする。まだ、終わっていないのかもしれない。